はい、それでは始めていきましょう。二の腕のエクササイズからですね、やっていきたいと思うんですけれども、名前はクリオネ体操。クリオネのような動きの体操ですね。腰に手の甲をウエストに当てるような感じですね。この時に背筋が曲がったり、こうなったりとか、反りすぎたりとかしないように、まっすぐ上に伸びるような感じですね。座ってやる場合とかは、しっかりと座骨立てて背筋を上に伸ばして腰に手の甲をつける。そこからですね、頑張ってこの肘と肘をつけようとする。ぐーっと前に、そうで戻す。戻す時はこれ後ろまで戻さなくていいです。だいたい真横ぐらいですね。どちらかというと前が必要なんで、ぐっと。これをやってると何がいいかっていうと、肩のここの関節っていうのはみんな巻き肩巻き肩って言われてると思うんだけど、基本的にここの腕の上腕骨、骨ね、内側に入ってるもの、現代人の子たちっていうのは外に広げようとしちゃう。そうすると肩甲骨が寄りすぎて腰が反ってきちゃうんですよ。その時点でもう下っ腹出ること決定ですね。自分で出しにいってる下っ腹を。情報だとやっぱ巻かれてるってなると外にグッて開こうとする。この動きってどこが動いてるかっつったら腰なんですよね。腰でこうやっちゃうからあまり良くない。この鎖骨ですね。ぐっと前に行く時に鎖骨っていうのがぐっとこう動いていく。それがすごく重要で、腕っていうのは狭鎖関節っていう関節、ここから動かすものなんです。でもみんなこう手足、手と足、ここね、股関節とかもそうだけど手だけで動いちゃう。そうすると肩がね疲れちゃって肩が凝ったりとか、そういうことが起こりうるので、この関節ですね、ここからしっかりと動かす。手を挙上って言って手を上に上げる時も、クロールとかを想像してもらうと分かるけど、多分こう入るんですよね、上に。そうこう入ってこうやるとめちゃくちゃ肩甲骨がもう一緒に連動して動くと、こっち普通に上げてピッて、そう肩甲骨の上がり方が、肩甲骨の位置が全然違う。肩はここから上げる、腕はここから動かすっていうことを一つ頭に入れておいてほしい。二の腕を絞る時もみんな結構二の腕絞る時ってこっちに絞るでしょ、こうグッてと外に絞ろうとしなかった？結構こういうの多いと思う。でも逆です。グッ、遠くに伸ばすようにグッて、でここから肘から先だけを、手首ですね、要はくるっと回す。そうすると二の腕もう力入ってるから、もう本当に極端にグーってでグーって上げてって、で手首だけをこのまま固定して、手首だけをグッってやると、ここにめちゃくちゃ緊張が出るから、この時に初めて二の腕、この三頭筋ってやつねが使われるっていう。これがないと二の腕は細くならない。ここの脇をストレッチしたい。筋膜ってこういうふうに小指側から肩甲骨側までわーって伸びてるんで、これをしっかりリリースしないと二の腕がしっかりとこの脇が、ね、伸びるようにならないから。でこの状態でこの挙上と腕をこう上げていって、脇を伸ばしたりするとしっかりとこう連動してこの横側が伸びてくれるから、まあ横に倒すなりして脇を伸ばしてあげる。これただね、多分こういうふうに柔らかい子だとこれベコンって一回リセットしてペッて上げるじゃん。これで倒してみて伸びないから、的確にストレッチがかかんない、的確な動きができないっていう。だから手は肘から肩までの骨を内側にぐるっと回転させて、クッとこうしっかりと手首だけを動かす。そのためにまずここのね、肘から肩の骨を内側にこうやってストレッチかける、動かして、
これがクリオネ体操。クリオネってこうやって動くんですよ。ピッとこうやって。俺は全然妖精じゃないけど、こっちは妖精でしょ。俺は妖精じゃないけど回数はこういう動きってどこでもできるじゃないですか。肩こる人なんか特にやった方がいいし、常にやった方がいい。体ってすぐ固まっちゃうから、硬くなるから、こう30分ぐらいしたらこの形を体が覚え始めるから、そうするとこの形で体に負担がかかんないようにこの形を覚えるんです。体がまめにやった方がいい。体って関節っていうのはまめに動かした方がいい。そう、このクリオネ体操はまめにやってください。これがまず二の腕を細くする一つのポイント。手が伸ばせないのに、的確に伸ばせないのに二の腕を細くしようっていうのはまずちょっと不可能な話。ちゃんと伸ばせるようになったら次はお家とかでマッサージを入れるとかケアをしてあげれば細くなっていくよってことですね。まずこれをやってください。お家でのケアの仕方、お風呂上がりでもいいし、お風呂の中でやってもいいし、そういうケアをね、こうマッサージで細くしていくやり方を教えます。で、今日使うアイテム、まあオイルはね、もうほんと好きなオイルでいいと思うんですけど、これウェレダのマッサージブラシですね。これおすすめです。まあ、僕もメンズですけど使ってます。二の腕っていうのは小指側からのラインです。筋膜ラインって言って、この小指側からガーってこう二の腕を通って肩甲骨までついてる筋膜のラインです。まあ、しっかりラインを沿ってこうリリースしていかないと結構意味がないっていう。親指側から前の方に、胸の方に伸びてる。これがフロントのアームラインっていう。でこっちがバックラインっていう。こっちが重要ですね、二の腕は。小指側で、さっき言ったようにグッとこう伸ばせた方がいいですね、指先を。そう、キュッキュッ。そう、この状態を作った状態で、ここからピュッ、こうやってこの脇の下までなるべく大きな範囲で、ここだけやりたいときはこうヒュッヒュッて、なるべく関節をまたぐようにマッサージをしましょう。またぐっていうのはここでここ止めない。ここから必ず関節をまたぐようにマッサージを行っている。実際ちょっとやっていただきましょうか。で、筋膜はそんなに強くこすらなくても大丈夫なんで、本当にこう撫でるぐらい全然十分です。でもちょっとマッサージ的な刺激欲しいなってものであれば強くやってもいいけど、ちょっと赤くなっちゃう人とかは要注意ですね。そう、こういうラインを意識してマッサージをしていく。で、脇とかをもっとこうやりたいなっていう時はもうちょっと手をグッと上に上げて、ここでポイントなんだけど、どうしてもこれ体洗う時もみんなそうなんだけど、こうやって洗う時って届かない位置、ここって脇ってこっち側が結構みんな詰まるんですよ。上げた時にこっちから後ろなるべくをなぞるようにマッサージ、これが結構ポイントで、そう、ここからこっちだね。そう、ここ、そうそうそう、これが結構大きくて、そう、この後ろのところね、こういう風にマッサージしてもいいし、硬いところがちょっと凝ってたりとかで、こういうちょっと斜めにしたりとかして、この使い方ちょっとテクニックですね、いろいろね。そう、こっちか、ほっっていう感じだね。お風呂の中で体洗うとか、あとは自分でエクササイズマッサージするとかの時に意識してできると、二の腕は効果が出やすくなる。的確な位置をこうやって覚えさせていくっていうかね、こうやって伸びるんだよっていう体に覚えさせていく。鎖骨が出ない人も鎖骨が出てきた。もう鎖骨出すのもこう前に、肩を前に巻かないと鎖骨出てこないから、
はい、エクササイズと、マッサージの仕方を紹介したんですけれども、効果としては二の腕を細くするっていうのはたるみがあったりむくみ、リンパだよね、要はね、リンパの流れも流してることになるので、それも効果があるし、そのたるみに対しての緊張を持たせるとね、皮膚をしっかりと緊張を持たせるっていう効果もあるので、手を伸ばし方をしっかりすることによって筋肉が縮んで伸びる。そうすると引き締まっていくっていう効果があるので、ぜひやってみてください。